戦っていいんですよ。そうそう、はいはい。こんにちは、白川隆です。今回はコラボ企画ということで、久保選手とサラさんに合気道を体験していただいて動画をさせております。合気道の動画は、久保選手の YouTube チャンネル、サラ久保チャンネルの方でも公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください。でこちらの、動画の方では、久保選手が K1 チャンピオンで、K1 の世界チャンピオンで、またクラッシュとかグローブとか ISK とかさまざまな打撃の達人といっても過言ではないと思うので、その打撃の達人に、本格的な打撃をしていただこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。どういう動作があるかというと、剣のボタンで、正面打ちという剣を振る動作の打撃と、あとフック剣を横目にして剣をかけたりだとか、こういう、あとは突き刺す、担当突き刺す、こういう攻撃に対することだったり、あるいは技の中で当て字をして、もうやっぱりパンチを当て字をする動作、ある時に当て字があるので、ただ全体的なそういう革新的なはい、わかりました。よろしくお願いします。グローブをヒットクイックに入れたらすみません。はい、お願いします。はい、簡単なので、こう通していただいて、こういう感じで、しっかり隙間なくですね。はい、わかりました。なんかミットって受けるのも結構練習になるっていうか、この動作ってなんか実際蹴りとかをブロックするタイミングの結構練習とかになったりとかするので、結構打撃を初めてキックボクシングとかやるっていう人は結構お互いにこうミットを打つ方も練習なんですけど、受ける方も蹴るタイミングの練習だったりするので、すごくいいと思います。はい。じゃあ左でこう蹴るので、その僕が蹴るときにこうグッとハイインパクトを合わせてください。そうすると蹴るディフェンスの練習にもなります。じゃあだんだん強くなります。じゃあちょっと強く。じゃすごいですね。通じますね。こういう感じで、来るときにグッと力を入れる感じです。じゃあちょっと強めに蹴ってみます。じゃあ半分ぐらいでいきます。じゃあここ強めに蹴ってみます。すごいっすね、迫力が。受けのもしミットなかったらどういうふうに見てるカットですか？腕で受けてしまうと、腕ボクシング中とかよく相手のこの腕を蹴るって骨折させるんです。そうすると相手が上がらなくなるのでハイキックが当たりやすくなったりするので、腕で受けちゃ絶対いけなくて、カットしたりとか水泳したりとか、最悪ブロックする。もうこれはダメージが受けちゃうので、基本ブロックじゃなくてスウェーとか、やっぱ鉄バットってイメージすると、なんか鉄バットこうやって受けないじゃないですか。受けたら危ないじゃないですか。やっぱ受けないと危ないんです。そういうようなイメージで自分のすねをなんか鉄バットのように鍛えるみたいな、そういうところこういうふうになんか音が違いますね。骨がすごい硬くなるんです。鉄バット投げてるから。みたいな感じで、ミドルキックのイメージはそんな感じで蹴るんです。すごいですね。じゃあ僕が今度打ちます。こっちです。
それ多分カメラに来てますよね。はい。こうこれを、はい、真ん中を、おー、いいですね。はい。で今、足で蹴ってるイメージなんですけど、それをすねで、なんですかね、こう、ぶち上がる。ぶつけるみたいな感じですよ。よく回し蹴りっていうので、はいこうやって足の甲でこうやって回して蹴っちゃうっていう人がイメージが多いんですけど、実際回し蹴りとはいいんですけど、このすねをぶつけるみたいな感じなんです。ちょっとガードしていただいてもいいですか。こうやって蹴るっていうよりもすねをぶつけるってイメージなんです。すねをぶつける。あ、そうです。はいはいはい。これをはい。あ、そうです。はい。はいはい、どうですか、なんかさっきより全然違う、さっきはい、はい重さが全然違うっていうか、さっき足で蹴ると、そうですね、軽いんですけど、そうですね、こうくる感じ、はい、はいはい、そうすると芯に、体の芯にめちゃくちゃ響きます。はい、じゃあローキックに、すみません、足を一応向いていってっていう。こういう感じで、こういう感じで軽く持っていただければ、はい。ここで、はい。じゃあ、ちょっと軽く、こういう感じでいきます。じゃあ、ちょっと3割ぐらいいきます。終わりぐらい。はい、お願いします。じゃあ次に強く。はい、お願いします。すごいっすね。これはまともに受けたらもうはい、これで今度ミドルキックとインパクトが違って、ミドルはぶつけるっていうイメージだったんですけど、はい、ここはこう自分の足にここを急所にこう回転させて受ける感じです。こういう衝撃を与えるというか、はい、同じようにこうやって蹴っちゃうと、ぶつけるように蹴っちゃうと、あ、そうです。これは回すっていう感じです。すごいっすね。これまともにまた受けたら全然足にかかんなくて、それもやっぱこう向き変えてカットしてるんですか。はい、これもカットしたりとか。でも今ぐらいになってカットしても痛いですよね。あ、そうですね。向き変えてはい、すねでカットするみたいな。普段その K1 で戦ってる時にはい、今の勢いで。はい。なのでカットされると、自分のすねを鍛えていれば、カットすると相手も蹴りたくなくなるんです。ガンと、はい、ガンってやると。今の勢いだともうカットしたくないですよね。すごいですね。お願いします。こういう感じで。はい。で、今度はすねで蹴らずに、この足の甲よりちょっと上のここら辺で切るんです。どうしてかというと、ローキックだと前が近いじゃないですか。ミドルだとすねで深く蹴っても周りが遠いのでパンチ当たらないんですけど、ローキックで深いところで蹴っちゃうとパンチが当たる距離になっちゃう。ローキックっていうのはパンチが当たる距離になるので、なるべくここの足の甲で蹴ってしまうと、膝とか当たった時にこっちが骨折してしまうので、この辺で、はい、この辺で蹴るイメージです。そうするとパンチが当たるんですけど、深く当たる。浅く当たる。はい、はい、痛めない。はい、はい。僕はこうやって構えるので、真ん中をちょうど真ん中を来ると、この膝の上のこの急所を、やっぱローキックでコツは同じところを蹴るっていうのがポイントで、同じところを3回蹴れば効くんですけど、同じ3回当たったとしても、ここって当たったとしたら分散しちゃうじゃないですか。同じところをずっと切り続けるっていうのがポイントです。この真ん中を、こうですね。
今ローキックの時にそうですね、腰に重心が乗っちゃっているので、それを、腰が折れないで、こっちに何ですかね、重心をはいはい、こう折れちゃうと旋回させる。あ、そうです、はい、折れてしまうと重心が後ろに乗ってしまってこっちに体重が伝わりづらくなっちゃうんで、はい、あ、そうそうそう、はいはい、今の実践もと違います。はい、はい、いいですね、はい、いいですね、はい、いいですね、はい、ちょっと僕の今映像見てなかったところですけど、この旋回がはい、はい、ガーンと衝撃が全然違います。はい、これがローキックなんです。ハイキックがはい、ちょっと難しいかもしれないんですけど、ハイキックですと、こう打ってもらって、で、こう、はい、打ってもらって、はい、ちょっとタイミングが危ないので、お願いします。はい、こういう感じで、これを、はい、できたら前に行かずに、そのままで、そのまま押し込む感じ、ガンと、はい、もしかするとタイミングをこう受けてしまうと、実際の試合ですと、タイミングがずれたときに、あってなって、ガーンって入ってしまう。はい、結構得意なのが、このタイミングをずらす蹴りで、こういうハイキックの普通のハイキックとまた別のタイミングで蹴れるんですね。そういう蹴り技とかもあったりとかして、引っかかってしまうので、できるだけ、はい、近づけてディフェンスするのがポイントです。はい。あ、大丈夫ですか。はい。はい。はい。今みたいな感じで、はい、ディフェンスの上から、はい、斜めに切り落とす。はい。結構怖いかもしれないんですけど、こうやってやると危ないので、ここで耐えるようにしなさい。はい。はい。で、はい、あ、危ないですね。できるだけ変わります。そうです。近づけて、もしかしたらこうやってやっちゃうと、タイミングずれて、ガーンと落ちすぎて、はい。これで、はい。ゆっくりいきます。こういう感じで、はい。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 じゃあちょっとスピード上げてみます。おお、こういう感じでガーンとくるので、はい。はい。じゃあ少し強めにいってみます。おお。出していきます。はい。素晴らしいですね。だったらもう、はい、結構やっぱりミドルキックとかは結構ここでガードすれば耐えれるんです。重さがありますね。はい。斜めに切り落とすような感じなんですか。と衝撃はまっすぐって感じです。水平に、はい、水平にこう似ているような、はい、ガンって感じです。ここでよく足を上げる動作なので、こう上行ったりすると衝撃がこっちに行っちゃうんで。こういう感じで引かないんですけど、しっかりとこういくと、こうだったりこういったりするんで、やっぱり脳に衝撃をしっかり、そういう力。はい。おお、ナイスです。柔らかいですか。体も柔らかいんです。すごい。普段やってはいないんです。やってるような動きです。おー。で、これは今度ローキックと似たようなインパクトで、すねで蹴るっていうのをこの足先で、はい、蹴るっていう感じです。はい、はい。で、これは相手が肘とか膝とか硬い部分があんまりないので、足の甲で蹴っても問題がないです。はい、甲からこのすねの先にかけて当てるようになります。なのでローキックはここを
ハイキックはまあここからここっていう感じで、部分が違うんだ。はい、蹴る部位を分けるとその怪我するリスクっていうのが軽減されます。ここでいい。はい、このままです。このままです。そうですね。やっぱ体の使い方が上手なので自然となんかもうできてるっていうか、本来こっちを振ったりとかしてこうやって蹴るっていうふうに募集するんですけど、全然もう自然にされてるので、手の下がこうやってあ、もうはいこうはいはいはいもうできてらっしゃいます。はいはい、自然に振る感じ。はいはいちょっともう一回いいですか。はい、このままです。おお、めっちゃ重いですね。はい。楽しいですね。楽しいですね。まだやってことやらないので、蹴りたいなと思います。はい、そうですか、一緒にやります。